どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日公開した買ってよかったものの動画の中でさらっと2ヶ月で 11.5 キロ落としたというテロップを出したところ、視聴者さんからどうやって落としたのかが気になりすぎるというコメントをいくつかいただいたので、せっかくなので今日は僕がどうやって2ヶ月で 11.5 キロ体重を落としたのかっていうのをお話ししたいと思います。ただ僕は体作りのプロではないですし、人それぞれその人に合ったダイエット方法は当然あると思いますので、あくまで僕の体験談みたいな形で聞いていただければと思います。今回のダイエットで 11.5 キロ落とせたんですけど、11.5 キロってこのこたつの体重と同じです。この子の分2ヶ月で落とせました。実際今回ダイエットで本当体薄くなったんですよね。ダイエットで物理的に体が軽くなっただけじゃなくて、姿勢も良くなりましたし、あと着たい服なんかも着られるようになったり、いろいろ自信がついたり、美味しいものがより美味しく食べられるようになりました。もういいことしかないです。なので皆さんも今からやれば夏までにシュッとした体になることも夢ではないと思いますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。質問とかありましたらコメントいただければ分かる範囲でお答えしますので、あと感想とかご意見なんかありましたらぜひコメントお寄せください。はい、では早速お話ししていきましょう。まず今回のダイエットの結果ですけども、ダイエットを始めたのが2月下旬あたりで、4月上旬まででこんな感じになりました。体重が 73.8kg から 62.2kg まで落ちました。マイナス 11.6kg ですね。で、体脂肪率も 23% あったのが 15.5% まで落ちました。マイナス 7.5% です。これ見てほしいんですけど、僕の体重の推移ですね。ユーフィスマートスケールで計測したデータで、毎日なるべく同じ条件で測った方がいいので、朝起きてトイレに行ってから何も口にせずに測り続けました。毎朝同じタイミングで測りました。ダイエットは毎日体重を計測することもめっちゃ大事って言いますからね。このスマートスケールは乗るだけで体のデータを全部スマホに飛ばしてくれるんでめちゃくちゃ楽です。なのでこれで毎日測り続けました。朝と夜では体重が1キロぐらい変わっちゃったりするので、なるべく条件は変えずに毎朝測った推移というのがこちらです。これグラフの下に月が書いてますけど、このグラフは毎月の月末の体重を取っているので、最高値が1月に見えちゃうんですけど、実際はここには表示されていない2月の14日に 73.8 キロを記録しています。日ごとのログにフォーカスしたのがこちらなんですけど、ここがピークになってますね。これバレンタインでチョコをたくさん食べちゃった結果とかだったら多少カッコもつくんですけども、普通にこれまでの生活習慣とか食生活が招いた結果です。残念な結果です。はい、そんな感じでちょっと前置き長くなりましたが、ここからじゃあ実際何をやって減量に成功したかというのを説明していきます。大きく3つですね。まず1つ目が PFC バランスを意識した食事。2つ目が週3回のウォーキング。3つ目が週2回の筋トレです。主にこれらを中心にやりました。特に1つ目2つ目、この食事とウォーキングは誰でも今日から始められると思いますので、後ほどこれ詳しくやり方をお話しするので参考にしてみてください。どうやってこのダイエット方法を導いたかというと、言ってしまうとパーソナルトレーニングの先生に教わったんですよね。今までネットのダイエット情報とか見て自分なりにダイエットに挑戦したこともいろいろあったんですけど、やっぱりどれもちょっと落ちるんだけど結局リバウンドしちゃうし、特にファスティングとか置き換えダイエットとかは体重が一時的に落ちるので成功した感じになるんですけど、それは食べてないから一時的に体重は落ちるんですけども、これ痩せる体にはなっていないので、当然また食べたら太ってしまうしということで根本解決にはなってないんですよね。やっぱりあと置き換えダイエットならまだいいかもしれないんですけど、ファスティングとか糖質を一切取らなかったりする極端なダイエットは頭が回らなくなったりもするし、めまいとかもあるし、肌も荒れたりしていいことなしだったので、ちゃんと自分に合った食事、正しい運動のやり方とかをプロから学びたいなと思って、さっきの2月14日の結果を見てすぐに近所のジムを探してパーソナルトレーニングを始めました。2ヶ月のコースで計16回、1回70分ぐらいのトレーニングだったので、体重が落ちたのはこの筋トレの効果っていうのももちろんあると思うんですけど、そんなすぐに体がバキバキに筋肉がつくわけではないので、パーソナルトレーニングに通うことで身についたのは筋肉というより食事の考え方と
ウォーキングとか、あとこの筋トレの習慣化だと思っています。この予定された日にジム予約してるので、そこに行かなきゃいけないっていうのがあったので、ある種義務的に自分の体を動かすということができたので、これを2ヶ月続けるとやっぱり習慣化していくんですよね。これがすごい重要だったんじゃないかなと思っています。なので2ヶ月で体作りの習慣化を得られたことっていうのがね、このパーソナルトレーニングを始めたことの最大の収穫でした。で、パーソナルトレーニングはね、お金もかかるので、誰にでもおすすめできることはないですけど、先ほど言った1つ目、2つ目ですね、PFC バランスを意識した食事とウォーキング。これはね、今日からでももうすぐ始められると思いますし、実は僕これだけでも結構体重落ちました。というのは、さっき2月14日に 73.8 キロあったと言いましたけど、この時にすぐにパーソナルトレーニングの契約をしたんですが、ジムの予約が取れなくて、実際ジムでトレーニングを始められたのが3月の6日とかだったんですよね。それまでにトレーナーさんから食事とウォーキングの宿題をもらってたんですよ。で、なので3月6日まではこの自主トレ的なことだけをやっていたんですけども、食事とウォーキングの宿題、これだけを愚直に最初のトレーニングまで続けていたら、トレーニング初回の3月6日の時点で 68.4 キロまで落ちていました。もうこの時点でマイナス 4.8 キロです。なのでこの後食事とウォーキング、筋トレそれぞれね、どういう風にやったかという詳しいお話をしますけども、1つ目と2つ目、この食事とウォーキングだけでもダイエットには効果的だと思いますので、特にここは参考にしていただけたらと思います。はい、ではこれらについて一つずつ詳しくお話ししていきます。まず食事ですが、 PFC バランスを意識した食事というのをしました。 PFC というのはプロテイン、これはタンパク質ですね。で、あとファット、脂質、カーボ、炭水化物、これの頭文字で PFC、 これらの摂取量を計算しながら3食きっちりしっかり食事はとりました。トレーナーさんからも食事を抜くとかカロリーを極端に抑えるとかは絶対にしないで、ちゃんとバランスよくしっかり食事はとってくださいねってね、もう念をして言われましたね。もう3食食べるのはめちゃくちゃ大事です。で、この PFC 数値ですが、僕の場合は1日あたりタンパク質は 90g から 150g で、これもまとめてではなくて1食あたり30から 50g、 これを3回に分けて取りました。で、脂質は1日 50g 以内、炭水化物は1日 120g 以内に抑えました。あと炭水化物も夜はなるべく控えて、朝昼でこの 120g を食べるという感じですね。なのでダイエットって聞くとどうしてもカロリー計算しちゃいがちだと思うんですけど、あと糖質とかもね考えちゃうんですけど、糖質というよりも炭水化物ですね。炭水化物の中には糖質と食物繊維両方入ってますけど、これ合わせたのが炭水化物ですけど、この炭水化物量、これっていうのを意識しました。なのでカロリーとか糖質に着目するのではなくて、この PFC、 タンパク質、脂質、炭水化物、この3つだけをとにかく意識して食事しました。で、この数値ですけども、どれぐらい取ればいいかっていうのは、僕はねトレーナーさんに指定されたんですけども、もし皆さんが自分で必要な PFC バランスを知りたいということであれば、ネットで PFC 計算機とかで検索したら出てくるので、これでねおおよその目標数値を決められると思います。僕もね一応自分でも入れてみたんですけど、感覚的には PFC のその計算機で出てきた数値のうち、タンパク質は出てきた数値そのままでもいいんですけど、脂質と炭水化物は出てきた数値の 90% ぐらいを目標にするといいかなと思いました。なのでちょっと厳しめにするということですね。例えば計算機でタンパク質は 100g、 脂質は 60g 以内、炭水化物は 140g 以内とかになったら、タンパク質は 100g そのままで、脂質は 54g 以内、炭水化物は 126g 以内とかですね。切りよく150、120とかでもいいと思います。で、そんな感じで僕の場合はさっき言った通り1日あたりのタンパク質は90から 150g で、脂質は 50g 以内、炭水化物は 120g 以内といった感じになったので、これに収まるように3食ね食べるものを選びました。で、この PFC の計算はカロミルというアプリを使って、ここでね食べたものを計算して記録していました。で、このカロミル便利で、検索したらね一般的なメニューとか食材だったらもちろん見つかりますし、市販されているものだったら、例えばコンビニで売ってるものとかだったら、バーコードを読み取れば栄養成分表に記載されている数値を全部自動的に読み取ってくれて、計算して全部記録してくれるので、簡単に PFC 数値の入力ができます。こういったね計算を毎食やりました。このカロミル以外にもアスケンとか、似たようなアプリいろいろあるので、自分が使いやすいインターフェースのものを選べばいいんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じでアプリを使えば入力自体は非常に簡単なんですが、実際ねやっ
ってみると結構食べられるものは限られてきましたね。例えば僕はよく朝食にスーパー大麦のご飯と納豆とサバ缶とかだけを食べるみたいにしていたんですけども、これをカロメルで計算するとタンパク質 30.2g、 脂質 15.8g、 炭水化物 55.4g とかこんな感じでね数値化されます。でタンパク質も取れるし脂質も少なめなのでいいんですけど、炭水化物が 55.4g あるので、これを3食食べちゃうと160とかになっちゃうので、もう3食は当然食べられないですよね。なのでご飯とかお蕎麦みたいに炭水化物が多いものは夕食では食べなかったです。朝昼だけで食べました。あとね、僕は小麦が体に合わないみたいで、パンとかうどんとか食べるとそのまま体重に乗ってきてしまうってことがよくあったので、これらもこの期間はね特に避けました。なのでね、2ヶ月以上パンとかお菓子とかねほとんど食べてなかったですね。小麦が使われてるようなものは全然食べてなかったです。もちろん間食とかおやつなんかも抜きました。前は遅い時間にポテチをつまみながら特報コーラとかをね飲んでしまっていた時もあったんですけども、ほんとポテチはね脂質と炭水化物しかないですし、特報コーラもね少なからず炭水化物 5g とかでしたかね入ってるので、こういうのもね避けました。スーパーとか行くとレジのね近くにたくさんお菓子とかちょうどね取りやすいサイズのお菓子がねたくさん置いてあって、ついついあれを買ってねみたらし団子とかね買っちゃったりしていたんですけども、もうそういうのもね今全然自分には用がないものという風にね、視界に入っても何も興味を持たずに一直線にレジにね並ぶことができるようになりました。これも一つの習慣化だと思うんですよね。自分がお菓子を買ってしまう癖っていうのを生活から取り除いていく。これがねやっぱり2ヶ月続けていくとできるんだなって思いました。こんな感じでとにかく脂質と炭水化物を避ける食事というのをしました。なので大好きなマックもピザもドーナツもケーキもうどんも牛丼もカレーもましてやラーメンなんかね食べていませんでしたね。あとジュースとか甘い飲み物も飲まなくなりましたね。でも人間って不思議なもので、こういうのを経った生活を2週間もねすれば無理に食べたくなくなってくるんですよね、体が。何よりこれを続けることで最初の 1,2 週間どんどんねこう体重が落ちてきていたので、このまま続けば10キロ以上落とすことも夢ではないと思って希望が持てたので、僕は無理なくこれらのね生活から立つことができました。逆によく食べていた食材が何かというと、高タンパク、低脂質、低糖質ということで、例えば鶏肉、ささみとか砂肝とか、あとは卵、シーチキン、サバ缶、ホタルイカ、エビ、ホタテ、納豆、豆腐、ブロッコリー、キャベツとか、この辺はねめちゃくちゃ食べましたね。あとご飯も食べてはいけないわけではないので、ご飯が食べたくなったらスーパー大麦ご飯を食べたりしていました。あと麺類が食べたくなったら全部ヌードルとかね食べてました。あとコンビニ飯も結構良くて、コンビニだったらファミマのスティック系のねこういうサラダチキンとか豆腐バーとかたくさん吊るされて売ってますよね。あのあたりね毎日違った味も食べられるので結構活用しましたね。あと会社の近くにセブンイレブンがあるので、セブンイレブンのタンパク質が取れるお惣菜シリーズとかねランチタイムはね助けられましたね。さっきのファミマの高タンパク食とかねスティック型で食べやすいのに割と美味しいので、外出した時のランチとかでよく食べていましたね。出かけた時にね外食をしてしまうとどうしてもね糖質とか炭水化物が多いものばっかり摂取することになってしまいがちなので、このファミマのね高タンパク食とかね外出の時はねよく食べてました。はい、こんな感じで PFC を意識して食事をずっとやってました。これも慣れてくるとどんなものは食べていいか、どんなものを避ければいいかとかね分かってくるので、あとは調理法とかアレンジをしていけば飽きずにね食べ続けることができました。ちなみに今も毎食カロメルで計算しながら PFC をね考えて食事しています。完全に習慣化できましたね。ただこれもねずっと続けていくってなると食事がやっぱりあんま面白みがなかったりね、美味しいもの食べられないみたいになってしまうので、これはこれでストレスだなと思ったので、その2ヶ月の期間は集中してストイックにやったんですけど、今は週末の朝昼だけ制限をかけずに食べたいものを食べるという風にしています。もちろんね無駄に食べ過ぎたり暴飲暴食っていう風にはしないように気をつけながら食べていますが、これがね幸せな時間になりますね。たまに夜美味しいものもっと食べたりっていうこともしてますし、なので平日は今もちょっとストイックな食事という風にしてるんですけども、週末は割と好きなものを食べるという風にしています。はい、まず食事はこんな感じでやってました。あと飲み物なんですが、水分補給もめっちゃ大事ということをねトレーナーさんから言っていただきまして、毎日 2.8 リットル以上の水分を取りましょうという風に言われていたので、僕はねこういう2リットルのペットボトル、これを毎日飲み干して、あと寝起きと就寝前
ですね。朝晩。このタイミングで白湯を飲んで、あとはコーヒーとかお茶とかを飲んで、合計3リットル近くになるんで、そんな感じで水分補給もしっかりしていました。水分ね、めちゃくちゃ大事ですね。人間の体の 60% は水とか言われますので、水分も食事と同じくらい大事ってことなんですね。なので水もたっぷり取りました。はい、食事水はこんな感じで過ごしていました。2つ目はウォーキングです。有酸素運動ですね。これがね、めちゃくちゃ大事な気がします。やっぱり運動なんですよね。で、実際やってみると、歩いた日の翌日と翌々日、ここはね、数百グラム体重が落ちましたね。ぐぐんとね、2段階で落ちていくんですよね。なので、ウォーキングは大事です。で、これウォーキングが大事で、走らなくていいんですよね。ウォーキングで OK でした。このウォーキングのやり方ですが、トレーナーさんから指示されたのは、時速6キロ以上のスピードで1万歩。これを週3回ということでした。なので、1日おきとかにこのウォーキングをするっていうのがいいですね。時速6キロ以上のスピードで1万歩ですね。僕割と歩くのは好きなんで、歩数計でも毎日1万歩近くはね、歩いていたんですけども、この時速6キロっていうのが大事らしくて、普段の歩数これが1万歩近く歩いていたとしても、これとは別に時速6キロで1万歩歩きましょうというふうにね、トレーナーさんから言っていただいて、これもね、愚直に守って歩きました。この時速6キロってイメージしにくいと思うんですが、競歩に近い早歩きって感じですね。結構早いんですけども、走るよりは楽というか続けられる気がしますし、実際に僕は続けられました。走るのは辛いけど時速6キロぐらいで歩く、これはね、どうにか続けられると思います。走るともう息上がっちゃって、もう限界になって走れないっていうことはね、結構普通にあると思うんですけども、普段からランニングとかやっていればいいんですけど、久しぶりにランニングするとかになると、ちょっと走っただけで息上がっちゃってもそれ以上走れないとか、結局こう腰に手当てながら歩いちゃうとかね、そういうことって結構あると思うんですけども、時速6キロで1万歩歩くっていうのは続けられると思います。で、実際やってみるともう結構汗かきますし、しっかり有酸素運動はできているっていうのをね、実感できます。やっぱりね、減量には有酸素運動がね、めっちゃ効くみたいで、さっきも言いましたが、ウォーキングした日の翌日と翌々日は段階的に体重が僕の場合だと 200g から 500g ぐらい落ちるんですよね。200g 落ちても5日間で1キロ落ちるってことですからね。なので早足のウォーキング、これもね、大事です。こんな感じで食事とウォーキングによる有酸素運動、これだけでも僕はね、結構体重落ちるという風に実感しました。で、最後、筋トレなんですが、これはもうパーソナルトレーニングのトレーナーさん任せで言われたことをその場でやりきる。ただそれだけでした。僕の場合は週2回ペースで毎回70分程度のトレーニングをやってました。鍛える部位を、足の日があったり、上半身の日があったり、肩の日があったりとかね、部位ごとに分けて毎回ね、行いました。他のパーソナルがね、どんな感じかわかんないんですけど、僕が通っていたところは正直ね、結構きつかったです。もう足の日の翌日とかね、階段降りるのもきつかったですね。でもそんな感じで毎回僕の限界をギリギリ超える負荷、回数っていうのをトレーナーさんが見極めてくださって、そこを目標に引き上げてくれていたので、ちょっとずつ重いものが持ち上げられるようになったり、回数がね、増やせるようになったりしていきました。少なからずね、やっぱり筋肉はもちろんついてきてはいると思います。で、筋肉がついてくると基礎代謝量も上がって、カロリーとかのね、消費もしやすくなるので、より体重が落ちやすくなりますよね。あとこのパーソナルで良かったと思うのは、筋トレのフォームとか意識する筋肉とか、僕の弱点というかね、姿勢が崩れやすくなったり甘えてしまうところっていうのを指摘されて、そこをね、自分で把握することができる、そういう癖とかを補正してくれるってところがね、パーソナルに良かったなと思いましたね。間違ったフォームで筋肉を意識せずに中途半端な負荷で筋トレをね、何十回ってやっても何時間やっても労力と時間の無駄になってしまうなっていうのがよく分かったので、そういう筋トレの基礎的な知識を得られたっていうのもね、ありがたかったです。本当僕何も分からずにね、こんな感じかなって今まで筋トレはしてましたんで、そこをちゃんと正してもらえたっていうのはね、本当良かったですね。で、そういったトレーニング2ヶ月のコースが終わったんですけど、今はね、別のジムでサブスク契約してパーソナルの時に言われたことに注意しながら、意識しながら自分でトレーニングを週2回やってます。2ヶ月間毎週2回自分が予約した日にパーソナルにね、通っていたので、トレーニングに向かうってこと自体が習慣化されたので、今もこうして続けられてるんだと思います。トレーニングに関しても習慣づけ、これがね、大事ですね。
はい、こんな感じで僕はね、この3つのことを続けて2ヶ月で 11.5 キロの減量ができました。さっき言った通り習慣化されたので今も続けているので、食事をね、多少甘くしてもちゃんとね、まだまだ体重が落ちるようになってきてますね。この前なんか2泊3日の台湾旅行に行って、インスタとかね、見てくださった方はわかると思うんですけど、もうこの3日間僕チートデーにするっていう風に決めて、朝から夜中まで好きなものを好きなだけ食べまくってましたけども、帰国したらね、やっぱりちゃんと2キロ増えてたんですよね。2キロ増えていたんですけど、帰国後この3つのことをまた意識して実行することで、今ね、旅行前の体重に戻せました。もう1週間で戻せましたね。体がね、ちゃんと痩せる体になってきてるってことなんですかね。なのでこの調子で続けていけば、さらにね、もう少し余計な脂肪なんかね、落とせそうな気がしています。はい、そんな感じで僕のダイエット体験談をお話ししてみましたけど、皆さん参考になりましたでしょうか？もしね、参考になったとか、あと質問とかあればね、ぜひコメントをお寄せください。あとグッドボタンだけでも押していただけたら嬉しいです。このチャンネルは普段はこういったね、ダイエットの話あんまりしてないんですけど、今回視聴者さんからそういう風にね、ダイエットの話聞きたいという声が上がりましたので、撮らせていただきました。普段は購入品の紹介とかガジェットとか生活だから購入品紹介とかそういった動画がメインになっているので、そういうのに興味がある方はね、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。